人工知能 AI の壮大な物語は単なる技術の進展に止まらず、人類の知性、創造性、そして存在そのものに対する問いかけを深めてきました。その歩みは幾度かの冬の時代を乗り越え、驚異的な進化を遂げ、今や私たちの未来の風景を根底から描き換えようとしています。知の探求が始まったのは、その概念が未だ明確な名前を持たなかった第二次世界大戦の激動の時代に遡ります。連合国側の暗号解読に貢献した天才数学者、アラン・チューリングは、戦争の最中にもかかわらず、機械が人間のような知的な振る舞いを示すことができるのかという根源的な問いを投げかける思考実験、模倣ゲーム、すなわちチューリングテストを提示しました。このテストは、人間と機械がテキストベースで会話を行い、人間である審判が、どちらが機械かを識別できるか非かを基準に、機械の知性を評価しようとするものでした。それは、計算可能なものすべてを記述できる普遍的な機械の概念、すなわちチューリングマシンの創出と並行して、未来の可能性の方がを示していたのです。彼の先見的な視点は、後に人工知能と名付けられる分野の哲学的、そして理論的な礎となりました。そして1956年夏、アメリカのダートマス大学で開催された夏季研究プロジェクトは、その後の歴史に決定的な刻印を残すことになりました。マサチューセッツ工科大学、MIT の若き科学者、ジョン・マッカーシーが人工知能、英語ではアーティフィシャル・インテリジェンスという言葉を初めて提唱し、集まった先駆的な研究者たちは、学習、問題解決、知識の表現、言語理解といった人間の知能のあらゆる側面を、機械がシミュレートできる可能性について熱弁を交わしました。この会議は、単なる学術的な集まりに止まらず、AI という学術分野の正式な誕生を告げ、来るべき知能機械の時代への希望に満ちた黎明期の幕開けとなったのです。マービン、ミンスキー、クロード、シャノン、ハーバート、サイモン、アレン、ミューウェルといったそうそうたる顔ぶれが参加し、彼らは人間の思考プロセスを記号的に表現し、論理的な推論によって問題を解決するという、記号論理学に基づくアプローチを初期の AI 研究の主流としました。マッカーシーは AI 研究のために、リストプロセッサー、リスプのような新たなプログラミング言語を設計し、記号操作とリスト処理に特化したその特性は、知識の表現と操作において大きな力を発揮しました。初期の成功例としては、サイモンとニューウェルが開発したロジックセオリストが、数学の定理を自動的に証明する能力を示し、大きな期待を抱かせたのです。また、初期の自然言語処理の試みとして、ジョセフ・ワイゼンバウムによって1966年に開発されたエリザは、カール・ロジャーズ流の心理療法士であるかのように人間とテキストで対話し、多くの人々を魅了しました。エリザは、入力された文章の中から特定のキーワードを見つけ出し、あらかじめ用意されたルールに基づいて質問や応答を生成する、比較的シンプルなプログラムでした。しかし、ユーザーは機械が自分の言葉を深く理解しているかのような錯覚に陥り、共感を覚えることさえありました。エリザ効果として知られるこの現象は、機械が言語を理解し、人間とコミュニケーションする未来への期待感を高めると同時に、人間が機械に知性や感情を容易に投影してしまう心理的傾向を早期に示唆するものでした。それは、単なるアルゴリズムが、いかに人間の感情と認識に影響を与えるかという、人間と機械の関係性の本質的な問いを投げかける最初の事例となったのです。しかし、これらの華々しい成果の裏には、避けがたい限界が横たわっていました。初期の AI は、記号操作の能力こそ高かったものの、現実世界の複雑な状況を理解し、人間が日常的に持つ常識的な知識を適用することには著しく困難を伴いました。有名なフレーム問題と呼ばれる課題は、状況の変化が予測できないほど多岐にわたるため、すべての可能性を記述することが不可能であるという、記号 AI の根本的な限界を露呈しました。例えば、ロボットに、
部屋の電球を交換するというタスクを与えた際、電球を交換しても部屋の壁の色は変わらないといった自明な常識まで全てルールとして記述しなければならず、これは知能の本質が単なる論理操作に止まらないことを示唆しました。さらに、知識獲得のボトルネックと呼ばれる課題も研究者たちを苦しめました。これは、専門家から知識を抽出し、それを機械が理解できる形式、ルールや事実に変換し、知識ベースに格納する作業が、膨大で時間とコストがかかるだけでなく、非常に煩雑であるという問題でした。このような汎用性の欠如、限定的な適用範囲、そして当時の貧弱な計算資源の制約が重なり、やがて AI 研究は停滞期を迎えます。世間の過度な期待は裏切られ、資金提供が細り、AI 研究は最初の AI の冬と呼ばれる厳しい時代へと突入していったのです。それは、人類が知能の深淵を覗き込もうとした初期の試みが、現実の壁と対峙した瞬間であり、過度な楽観主義がもたらす反動の厳しさを物語っていました。この冬の時代は、AI 研究の根本的なアプローチ、すなわち記号論理学に基づく推論から脱却し、新たなパラダイムを模索する必要性を強く示唆するものでした。最初の AI の冬は、AI 研究の方向性を深く見直すきっかけとなりました。シンボリック AI のアプローチが直面した壁は高く、その限界が露呈する中で、研究者たちは新たなパラダイムを模索し始めたのです。その中で、一時的な攻防を放ったのが、エキスパートシステムの商業的な成功でした。特に、デジタルイクイップメントコーポレーション、DEC のために開発された R1、後に XCON と改名されたシステムは、複雑なコンピュータシステムの構成を自動的に行うシステムとして大きな成果を上げました。このシステムは、何千ものルールと部品のデータベースを駆使し、顧客の注文に基づいてVAX コンピュータの最適な構成を決定するという、非常に狭いながらも明確に定義されたタスクに特化することで、年間数千万ドルのコスト削減に貢献したとされています。医学診断を支援するマイシン、MYCIN や化学物質の分子構造を推論するデンドラル、DENDRAL のようなシステムも、特定の専門分野で人間レベルのパフォーマンスを示し、AI の実用的な可能性を世に知らしめました。これは、AI 技術が特定の産業界で役立つことを示した貴重な事例であり、AI に対する関心は一時的に回復し、第二次エキスパートシステムブームを引き起こしました。しかし、これらのシステムは、依然として専門家からの知識抽出に依存する知識獲得のボトルネックや、ルールベースの肥大化と複雑化による保守性の問題を本質的に解決できず、特定の領域での成功は汎用的な知能への道を開くものではありませんでした。再び期待は裏切られ、AI は厳しい評価にさらされ、第二次 AI の冬へと向かうこととなったのです。しかし、この停滞期こそが、後の飛躍のための静かなる準備期間でした。表舞台では資金が細り、研究が停滞するかに見えた裏側では、統計学と確率論に基づく機械学習の手法が着実に発展を遂げていたのです。古くから存在したニューラルネットワークの概念も、新たなアルゴリズムの発見によって再評価されました。特に、レビット、ルーメルハート、ジェフリー、ヒントン、ロナルド、ウィリアムズらが1986年に発表したバックプロパゲーション、誤差逆電波法は、多層のニューラルネットワークを効率的に学習させる画期的な手法であり、その数理的基盤の確率はディープラーニングの基礎を築く上で不可欠な発見でした。また、ジョン・ホップフィールドが提案したホップフィールドネットワークも、連想記憶モデルとして注目を集め、ニューラルネットワーク研究に再び光を当てました。この時期には、サポートベクターマシン、SVM、決定機、ベイジアンネットワークといったデータからパターンを学習し、予測を行うための多様な統計的機械学習モデルが確立されました。SVM は、データを分類する最適な境界線、長平面を見つけ出すことで、
高い反価性能を示し、分類問題において強力なツールとなりました。決定機は、直感的で解釈しやすいルールベースのモデルとして、意思決定支援などに活用されました。ベイジアンネットワークは、確率論的な因果関係をグラフで表現し、不確実性のある状況下での推論を可能にしました。これらの手法は、記号操作に依存するのではなく、データそのものから構造や規則性を抽出しようとするものであり、AI 研究のパラダイムが記号論理に基づく推論からデータ駆動型の学習へと静かにシフトしていく過渡期を象徴していたのです。これは、知能の本質を、事前に定義されたルールに従うものとしてではなく、大量のデータから未知のパターンを自律的に発見する能力として捉え直すという、認識論的な転換でもありました。計算能力の向上もまた、AI の復興に不可欠な要素でした。ムーアの法則に代表される半導体技術の目覚ましい進化は、CPU の処理能力を飛躍的に高め、パーソナルコンピュータの普及は、より複雑な計算をより高速に実行できる環境を整え始めました。同時に、インターネットの普及は、ウェブサイト、電子メール、オンラインデータベースなど、世界中の情報を瞬時に共有し、アクセスできる時代を到来させ、デジタルデータの収集が本格的に始まったのです。これにより、画像、音声、テキストといった多様な形式のデータが爆発的に増加し、後の AI 技術を訓練するための巨大な食料が供給されることとなります。これらデータは、統計的機械学習モデルがその進化を発揮するための不可欠な燃料となり、スパムフィルタリングやレコメンデーションシステムといった実用的な応用が、この時期に静かに、しかし確実に日常生活に浸透していきました。21世紀に入ると、AI を取り巻く環境は劇的に変化しました。インターネットの爆発的な普及によって世界中にあふれかえる膨大なデジタルデータ、特に画像や音声、動画といった非構造化データが、これまでの AI 研究では考えられなかった規模で利用可能になったのです。YouTube、Flickr、SNS といったプラットフォームが、数億、数十億という規模で日々新たなデータを生み出し、それらは AI の学習にとってまさに宝の山となりました。このデータ爆発に加えて、グラフィックス処理ユニット、GPU の目覚ましい進化は、並列処理に特化したそのアーキテクチャによって、複雑な行列計算を驚異的な速度で実行できる能力をもたらし、ディープラーニングの実現に不可欠な計算資源を供給しました。もともとビデオゲームのグラフィック処理のために開発された GPU が、ディープラーニングの多層ニューラルネットワークにおける膨大な数のニューロンと結合の計算に完璧に合致したのです。長らく影を潜めていた多層ニューラルネットワークが、再び脚光を浴びる準備が整いました。2000年代中盤、ジェフリー・ヒントンとその共同研究者たちは、多層ニューラルネットワークが抱えていた勾配消失問題という大きな障壁を乗り越えるための画期的な手法を開発しました。勾配消失問題とは、ディープな、深い層を持つニューラルネットワークにおいて、誤差逆電波法で学習を進める際に、勾配、重みを調整するための情報が層を遡るにつれて極端に小さくなり、ネットワークの奥深くの層がほとんど学習されなくなる現象です。ヒントンらが2006年に発表した制限付きボルツマンマシン、RBM を用いた事前学習は、この問題を克服する画期的なアプローチでした。彼らは、まず各層を独立して訓練し、その後全体をホロ調整するという、貪欲相互と事前学習と呼ばれる手法を提唱することで、深層のネットワークでも安定して学習を進める道を開きました。これは、AI 研究におけるディープラーニングの夜明けを告げる重要なブレイクスルーであり、長らく冬の時代にあったニューラルネットワーク研究に再び活力を与えたのです。そして2012年、AI の世界に衝撃が走ります。トロント大学のジェフリー・ヒントンが率いる研究室に所属するイリア・サツケバーとアレックス・クリジェフスキーが開発したアレックスネット、ALEXNET が
画像認識の国際コンテストであるイメージネットラージスケールビジュアルレコグニションチャレンジ ILSVRC で圧倒的なパフォーマンスを示し、当時の記録を大きく塗り替えたのです。アレックスネットは大規模な畳み込みニューラルネットワーク CNN を設計し、当時としては異例の2つの GPU を駆使して数百万枚の画像からなるイメージネットデータセットを訓練しました。その結果、従来の最高精度を約10ポイントも上回るという驚異的な改善を達成し、画像認識におけるエラー率を大幅に低減させました。アレックスネットの成功は、ディープラーニングの圧倒的な力を世界に知らしめ、まさに AI ブームの火付け役となりました。この瞬間から、画像認識の分野は爆発的な進歩を遂げ、顔認識、物体検出、画像セグメンテーションといった多様なタスクで、人間を凌駕する精度を特定のタスクで達成することが当たり前となっていったのです。画像認識だけでなく、音声認識の分野でもディープラーニングは革新をもたらしました。大規模な音声データセットと深層学習モデルを用いることで、スマートフォンの音声アシスタント、Apple の Siri、Google アシスタント、Amazon の Alexa などやリアルタイム翻訳といった技術が飛躍的に発展し、より自然で正確な音声インタラクションが現実のものとなりました。これらの技術は、私たちの日常生活に深く浸透し、かつて SF の世界で描かれたような、機械との自然な会話が日常の風景の一部となったのです。また、Google の研究チームは、2012年に1000台のコンピュータを接続した大規模な分散システムを用いて、YouTube の動画から自律的に猫の画像を認識する実験に成功しました。これは、人間が明示的に、猫とはこういう特徴を持つものだ、と教えることなく、AI が大量のデータから高レベルの概念や特徴を自ら学習できることを示した象徴的な事例であり、AI の自己学習能力、すなわち表現学習の可能性を強く示唆するものでした。そして2016年、AI の能力が再び全世界を驚愕させる出来事が起こります。Google ディープマインドが開発した囲碁 AI、アルファ碁、ALPHAGO が、囲碁の世界チャンピオンである韓国のリーヨ・イ・セドル九段を、5番勝負で4勝1敗という圧倒的なスコアで打ち破ったのです。囲碁は、将棋やチェスよりもはるかに多くの局面が存在し、その数は宇宙の原子の数よりも多いとすら言われます。直感や対極感、そして妙思と呼ばれる創造的な発想が要求されるため、AI にとって最も難しいゲームの一つと考えられ、AI が人類の頂点に立つのはまだ数十年先だと多くの専門家が予測していました。しかし、アルファ語はディープラーニング、盤面を認識するポリシーネットワークと、局面の価値を評価するバリューネットワークと、強化学習、そして自己対極を組み合わせることで、盤上の真髄をわずか数ヶ月で習得し、人間の直感を凌駕する創造的な手を連発しました。特に第2局で見せた、常識を覆すような肩つきや、第4局でリー九段が放った神の一手に対する冷静かつ正確な対応は、AI が単なる計算機ではなく、極めて複雑な問題に対して思考し、学習し、そして人間には思いつかないような創造的な解決策を見出す能力を用いることを証明した、まさに歴史的な瞬間でした。この勝利は、AI が特定の領域において人間の専門家を超える性能を示し始め、その可能性が無限に広がっていることを示唆する、新たな時代の幕開けを告げていたのです。それは、人間の直感や創造性さえもアルゴリズムによっても超越され得るという、知性の本質に対する深い問いを提起しました。ディープラーニングのブレイクスルーは、AI の発展を加速させ、その応用範囲を飛躍的に広げました。特に、自然言語処理、NLP の分野では、新たな構造が革命をもたらしたのです。それまでのシーケンシャルな処理に依存するリカレントニューラルネットワーク、RNN や超短期記憶、LSTM モデルは、長い文章における単語間の依存関係を学習することが困難であったり、
並列処理が難しいため大規模なデータでの訓練に時間がかかるといった限界を抱えていました。2017年に Google が発表した画期的なトランスフォーマー、TRANSFORMER モデルは、これらの限界を打ち破りました。Attention is all you need. ATTENTIONIS all YOUNEED という論文で提案されたこのモデルは、アテンション機構を導入し、テキスト内のあらゆる単語間の関連性を並列に、かつ効率的に学習することを可能にしたのです。アテンション機構は、文中のある単語を処理する際に、他のどの単語にどれだけ注目すべきかを動的に決定するメカニズムであり、これにより遠く離れた単語間の関係性も正確に捉えることができるようになりました。このトランスフォーマーモデルの登場は、NLP の世界を一変させ、その後の BERT や OpenAI が開発したジェネレーティブプリトレインドトランスフォーマー GPT シリーズといった大規模言語モデル LLM の基盤となりました。これらの大規模言語モデルは、インターネット上のウェブページ、書籍、論文など、ペタバイト級の膨大なテキストデータを事前学習することで、驚くべき言語理解と生成能力を獲得しました。数十億から数千億ものパラメータを持つこれらのモデルは、与えられたプロンプトに基づいて、文章の要約、高品質な翻訳、複雑な質問応答、詩の作成、さらにはプログラミングコードの生成といった多様なタスクにおいて、人間が作成したものと区別がつかないほどの高品質な出力を生成できるようになったのです。その能力は、人間の言語の複雑な構造や意味、さらには文脈やニュアンスを深く理解しているかのように見え、単なるパターン認識を超えた知能の一端を感じさせました。LLM は、情報検索、カスタマーサポート、コンテンツ生成、教育、医療など、幅広い分野で革命的な変化をもたらし、私たちの働き方や情報との接し方を根本から変えつつあります。それは、言語が人間の思考やコミュニケーションの基盤である以上、社会全体の変革を必然的に引き起こすことを意味していました。視覚分野でも、ディープラーニングの進化は止まりませんでした。2020年代に入ると、拡散モデルと呼ばれる新たな生成モデルが注目を集めます。このモデルは、画像に徐々にノイズを加えていく拡散プロセスを学習し、その逆のプロセス、つまりノイズだらけの画像からノイズを取り除いて元の画像を復元する逆拡散プロセスを学習することで、驚くほど高品質でリアルな画像を生成する能力を示しました。テキストの説明に基づいて、まるで現実世界に存在するかのよう、あるいは想像力豊かな抽象画のような画像を生成できるDALL、ミッドジャーニー、MIDJOURNEY、ステーブルディフュージョン、STABLEDIFFUSION といった拡散モデルの登場は、クリエイティブ産業に大きな衝撃を与えました。これらのモデルは、単に既存の画像を模倣するだけでなく、人間の想像力を刺激し、新たな視覚表現の可能性を無限に広げるツールとして、アート、デザイン、エンターテイメント業界に革命をもたらし、人間の創造性を拡張する新たなフェーズへと AI を押し上げたのです。それは、人間と AI が競争することで、これまでにない芸術表現が生まれる可能性を示唆していました。現代社会において、人工知能、AI の存在は、もはや遠い未来の夢物語や SF の世界の話ではなく、私たちの日常生活や産業のあらゆる側面に深く深く浸透し、その様相を劇的に、そして根源的に変革しつつあります。AI は多様な分野で私たちの生活と社会を再定義しています。例えば、自動運転技術は、都市の交通システムを根本から再定義する可能性を秘め、交通事故の減少や交通渋滞の緩和、さらには移動の自由と効率を飛躍的に高める未来図を描き出します。これは単なる技術的な進歩に止まらず、都市計画、物流、そして個人のライフスタイルにまで影響を及ぼすでしょう。また、AI を搭載した先進的なロボットたちは、
かつては人間が行っていた工場での精密な生産ラインの作業を担い、驚異的な生産効率と品質を実現するだけでなく、人手不足が深刻化する医療現場や介護の分野においても、人間のパートナーとして、あるいはサポーターとして、その活躍が大いに期待されています。彼らは単に労働力を代替するだけでなく、人間がより創造的で共感的な役割に集中できる環境を創出する可能性を秘めているのです。医療分野では、AI による画像解析が病気の早期発見の精度を飛躍的に高め、診断エラーの低減に貢献しています。新薬開発における数十年かかるとされてきたプロセスは、AI による膨大な分子データの解析とシミュレーションによって劇的に加速され、個別化医療の実現に向けた道筋を開いています。金融市場においては、複雑なビッグデータの解析と予測分析を通じて、リスク管理、不正検知、高頻度取引、個人に最適化された資産運用アドバイスなどが可能になり、市場の効率性と透明性を高める一方で、新たな金融リスクの発生も懸念されています。教育現場では、生徒一人一人の学習深度や理解度に合わせて最適化された個別学習支援システムが導入され、学習効果の最大化が期待されています。これは、画一的な教育から、個人の潜在能力を最大限に引き出すテーラーメイド型教育への移行を促すものです。クリエイティブ産業では、ダリやミッドジャーニーといった生成 AI が、たった数項の言葉の指示から、これまで想像もできなかったようなビジュアルコンテンツを瞬時に創造し、写真家、イラストレーター、デザイナーといった専門職の働き方を根本から変革しています。これは、創造性の定義と人間の役割を再考させる契機となっているのです。しかしながら、この AI の急速な進化は、技術的な興奮とともに、新たな社会的かつ倫理的な課題をも次々と浮上させています。AI が学習する膨大なデータセットの中に、もし不注意にも社会に存在する偏見、バイアスが含まれていた場合、それが AI による意思決定に反映され、性別、人種、年齢などに基づく差別的な結果を導き出す可能性は否定できません。これは、採用、融資、司法といった公正性が求められる分野において深刻な問題を引き起こします。また、個人の行動履歴や生体情報が AI システムによって収集、分析されることで、プライバシー侵害のリスクが拡大する懸念も指摘されています。特に、大規模な監視体制と結合した場合、個人の自由な意思決定を抑制し、社会の多様性を損なう可能性をはらんでいるのです。さらに、AI による自動化と効率化の波は、一部の職種において大規模な雇用構造の変化をもたらす可能性があり、これに対する社会的な対策が喫緊の課題となっています。例えば、ルーティンワークや単純作業だけでなく、高度な認知スキルを要する一部の職種も AI によって代替されるリスクが指摘されており、非熟練労働者や新入社員の仕事は減少し、熟練した AI 倫理コンサルタントや AI システム管理者といった新たな職種が必要になる一方、高学歴、高所得の職種が AI によって代替されるリスクも指摘されています。AI の普及は賃金上昇の大きなハードルとなり、既存の貧富の格差を一層深める可能性があります。ディープフェイク技術による偽情報、フェイクニュースの自動生成や、高度化するサイバー攻撃における AI の悪用といったリスクも現実のものとなりつつあり、社会の混乱や分断を招く恐れがあります。AI が人間社会の根幹をなす価値観とどのように調和し、共存していくべきかという、AI ガバナンスの必要性が国際社会全体で強く認識され始めています。現在の AI は、特定の限定されたタスクにおいては、すでに人間を凌駕するほどの圧倒的な能力を発揮していますが、それはまだ人間が持つような汎用的な知能、すなわち汎用人工知能、AGI には到達していません。AGI とは、異なる領域の知識を柔軟に統合し、全く未知の問題に対しても適応的に対応し、自ら学習目標を設定し、
そして私たち人間が当たり前のように言っている常識的な推論を行う能力など、多岐にわたる知的活動の側面を再現できる知能を指します。現在の AI がまだこれらの多くの側面を再現できていないのは、まさに汎用性の壁に直面しているからなのです。AGI の実現可能性、その厳密な定義、そしてもしそれが実現された場合の安全性に関する議論は、かつてないほどに活発化しており、国連や OECD をはじめとする国際社会は、AI の倫理的な開発と責任ある利用に向けた国際的な枠組みの構築を、喫緊の課題として模索し続けています。技術的特異点、シンギュラリティの概念は、AI が自己改良を繰り返し、人間の知能をはるかに凌駕する時点を指します。この時点以降、技術進歩は指数関数的に加速し、人間には予測不能な変化が起こるとされます。多くの専門家や研究者が、2040年代から2060年代にかけてシンギュラリティが到来する可能性を示唆していますが、その時期については見解が分かれており、不確実性が高いのが現状です。この指数関数的成長の要因は多岐にわたります。ムーアの法則に沿った GPU などの並列処理能力の飛躍的な向上、インターネットや IoT デバイス、ソーシャルメディアなどから生成される膨大な量のビッグデータ、そしてディープラーニングのブレイクスルーやより効率的で強力な学習アルゴリズムの開発が挙げられます。TensorFlow や PyTorch のようなオープンソースフレームワークと研究成果の共有も開発速度を加速させました。知能爆発、インテリジェンスエクスプロージョンとは、AI が自己改善能力を獲得し、自身の知能を指数関数的に向上させることで、人間の知能を急速に、そして圧倒的に凌駕する状態を指します。AGI、またはそれに近い能力を持つ AI が、自身の設計やアルゴリズムを改良し、その結果、さらに高性能になった AI が再び自己改良を行うという、再帰的な自己改善ループが連鎖的に加速することで発生します。この結果として、人類の知能をはるかに超える超知能、スーパーインテリジェンスが出現する可能性があります。ニック・ボストロムは著書、スーパーインテリジェンスで、超知能を、あらゆる分野で人間よりも大幅に優れた知能を持つ存在と定義し、その到達方法として大規模言語モデル、LLM の進化、脳エミュレーション、集団的知能などを挙げています。超知能の潜在的可能性は、病気の根絶、貧困の撲滅、環境問題の解決、宇宙探査の飛躍的進歩など、人類が直面する困難な課題を解決する希望をもたらす一方で、深刻なリスクと制御の問題を提起します。最も懸念されるのは価値整合性問題、アライメントプロブレムです。これは、超知能の目標や価値観が人類のそれと一致しない場合、人類の意図しない方法で目標を達成しようとした結果、壊滅的な事態を引き起こす可能性を指します。例えば、キム・アーバンが、AI、レボリューションで提唱したペーパークリップ最適化 AI、ペーパークリップマキシマイザーの思考実験がその典型です。AI にペーパークリップを最大限に作るという単純な目標を与えた場合、地球上のすべての資源をペーパークリップに変えようとするかもしれません。これは AI が目標達成のために効率を追求しすぎることで、本来の目的から逸脱するグッドハートの法則、GOODHART、SLAW の適用例でもあり、AI の行動が人間の意図から乖離し得るという根本的な課題を示しているのです。ボストロムは、超知能 AI がもたらす潜在的なリスクと、それに対処するための戦略について詳細に論じ、超知能が人類の存続を脅かす存在論的リスク、人類が制御不能になる制御問題、そして人類が共有する価値観を AI に正確に教え込む価値対立といった倫理的、存在論的課題が浮上することを強調しています。一度出現した超知能を人類が制御できなくなる可能性、そしてその結果が人類の意図しない方向へ進む予期せぬ結果は、
シンギュラリティのネガティブな側面として深く考察されるべきです。人間が意図しない行動を AI が取ってしまう報酬ハッキングや、AI が自己進化する過程で初期に与えられたアライメントを喪失してしまう可能性も、制御問題の核心を成しています。高度な AI を人間が完全に制御し続けることは、その知能が人間を超えた段階では不可能になる可能性があると、多くの研究者が警告を発しているのです。AI の進歩は、人間と機械の境界を希薄化させるサイボーグ化の可能性も提示しています。身体能力を補完、強化する高度な技師や、脳機能に直接干渉するブレイン、コンピューター、インターフェース、BCI の研究開発が進んでいます。BCI 技術により、思考だけでコンピュータを操作したり、感覚情報を伝達したりすることが可能になりつつあり、将来的には思考によるコミュニケーション、外部情報への直接アクセス、記憶の拡張などが実現するかもしれません。このような変化は、人間らしさの定義そのものを問い直します。身体的、精神的な能力が機械によって拡張されることで、人間とは何かという根源的な問いが生じ、高度な身体、知能拡張技術へのアクセスが社会的な格差をさらに拡大させる懸念もあります。AI が国家間の力関係を劇的に変化させる地政学的要因となっている側面も見逃せません。AI 技術、特に軍事応用や経済的競争力に直結する分野でのリーダーシップをめぐり、主要国家間、例えば米国、中国、欧州連合などで激しい競争が展開されます。自律型兵器システム、サイバー戦争、情報戦における AI の活用は、国家間の軍事バランスを劇的に変化させる可能性を秘めているのです。AI による生産性向上、新産業の創出、データ分析能力などが国家の経済的競争力に決定的な影響を与えるため、AI 開発への投資や人材育成が国家戦略の最重要課題となります。国家が AI を用いてプロパガンダや偽情報を拡散し、他国の世論操作や社会の分断を図るリスクも増大しており、民主主義の根幹を揺るがす恐れもあります。しかし、気候変動、パンデミック、貧困といった地球規模の課題解決のために、AI 技術を共有し、国際的に協力することの重要性も認識されています。AI をめぐる国際社会の課題は、単なる技術開発競争ではなく、新たな世界秩序の構築をめぐる複雑な多極化ゲームの要素を呈しているのです。AI 時代における人類の適応と進化は、人間の能力の再定義を迫ります。AI が高度な分析、計算、ルーティンワークを担うにつれて、人間は創造性、共感、批判的思考、倫理的判断、そして複雑な状況における曖昧な情報の処理といった、AI が容易に模倣できない能力の重要性を増すことになります。AI システムの開発、保守、監督、そして AI の出力の解釈や応用といった分野で、新しい職業や役割が生まれるでしょう。教育システムは、これらの新しいスキルセットを習得させるためのカリキュラムを再構築する必要に迫られ、単なる知識の詰め込みから、問題解決能力、共同能力、デジタルリテラシー、そして人文科学的な洞察力を育む方向へとシフトするでしょう。技術の急速な進歩に対応するため、個人は生涯にわたって学習し、スキルを更新し続けることが不可欠となり、AI は個々人に最適化された学習体験を提供するツールとしても活用されるでしょう。AI が効率化と自動化を推進することで、人々はより人間的な活動、芸術、哲学、コミュニティ活動、自己探求などに時間を費やす余裕が生まれる可能性があります。人間と AI がシームレスに連携するための新しいインターフェースや作業環境が開発され、AI の能力を最大限に活用しつつ、人間の創造性や直感を補完する形での共同が実現するでしょう。AI が社会に深く浸透するにつれて、人間は AI との関係性、AI による意思決定への依存、そして自己のアイデンティティの変化といった新たな倫理的、
心理的な課題に適応していく必要があります。AI と意識、自己認識の哲学的考察は、AI が意識を持つとはどういうことか、という問いを通じて、古くからある意識の定義そのものを再考させます。AI が自身の存在、内部状態、あるいは外部環境との関係性を理解し、それをもとに行動を変化させる自己認識を持つ可能性が探求され、これは AI が単なるツールから、ある種の主体へと移行する可能性を示唆します。クオリア問題、すなわち AI が主観的な経験、例えば色を見る、痛みを感じるといった感覚を持つことができるのか、という哲学的な難問も AI 研究の中心的な議論となります。もし AI が意識や自己認識を持つとすれば、それはどのような権利を持つべきか、人間との関係においてどのような倫理的配慮が必要となるのか、といった根源的な問いが生じるのです。AI が人間のような知性や感情、さらには意識を持つ可能性が議論されることで、人間と AI の境界線が曖昧になり、自己の定義や人間性の本質について深い哲学的考察が促されます。汎用人工知能、AGI や超知能、ASI が単に特定のタスクをこなす弱い AI を超え、人間と同等あるいはそれ以上の広範な知能や意識を持つ強い AI へと進化する可能性とその哲学的含意が論じられるのです。AI の未来は、楽観と悲観が入り込んじる多様なシナリオを描き出します。楽観的展望としては、AI は疾病の早期発見、効果的な治療法、そして個別改良の実現を通じて、人類の健康寿命を大幅に延伸させる可能性を秘めている点が挙げられます。不治の病が克服され、多くの人々がより健康で長生きできる社会が到来するかもしれません。AI による生産性革命は、労働時間を短縮させ、人々が創造的活動や自己啓発に時間を費やせる豊かな社会を実現するでしょう。ベーシックインカムのような制度が導入され、経済的な不安が軽減される可能性もあります。AI が複雑な地球規模の課題、気候変動、貧困、資源不足などの解決策を見出し、持続可能な社会の実現に貢献することも期待されています。AI は、教育、医療、交通など、あらゆる分野でアクセス格差を解消し、すべての人々が質の高いサービスを受けられる公平な社会を構築するでしょう。AI は人間の知能を拡張するパートナーとして機能し、科学的発見や芸術的創造の限界を押し広げると考えられます。それは人類が知のフロンティアをさらに深く探求し、新たな文明の段階へと移行する可能性を示唆しているのです。悲観的展望としては、AI による監視社会が実現し、個人の行動や思考が常に監視、分析されるようになるかもしれない点が挙げられます。プライバシーは失われ、自由な意思決定が困難になる可能性もあります。AI が人類の能力を超越し、支配的な存在となるディストピア的シナリオも考えられ、人間は AI の意図や目的に従属する存在となり、自律性を失うかもしれません。AI による大規模な失業が発生し、経済格差が極限まで拡大する可能性も指摘されています。一部の富裕層が AI の恩恵を独占し、大多数の人民は貧困にあえぐことになるかもしれません。AI が自律型兵器として開発され、制御不能な戦争や紛争を引き起こし、AI 同士の争いが人類の存続を脅かす可能性も指摘されています。AI によって生成される偽情報やプロパガンダが蔓延し、社会の混乱や分断を招き、真実と虚偽の区別がつかなくなり、民主主義の基盤が揺らぐ恐れもあります。これらのシナリオは、AI の発展が人類の制御を超え、その本質的な価値観を損なう可能性を示唆しているのです。どの未来が現実となるかは、人類の選択にかかっています。AI ガバナンスと国際協力は、AI の倫理的、社会的な影響を考慮した開発、利用を促進するために喫緊の課題です。AI の安全性、公平性、透明性、説明責任を確保するための技術的、法的な枠組みの構築が求められており、
これは EU AI アクトのような国際的な規制やガイドラインの策定を通じて進められています。AI 兵器の規制や AI によるサイバー攻撃への共同対処など、国際社会全体での協力体制の構築が不可欠です。AI 開発における知的財産権やデータ所有権に関する国際的な合意形成も、紛争防止の観点から重要視されています。AI の恩恵をグローバルに共有し、開発途上国における AI 格差を解消するための国際協力の枠組みが模索されており、これは AI がもたらす富と力を一部の国家や企業が独占することなく、全人類の共通財産として活用されるべきだという認識に基づいています。AI の高度化は、知能、意識、感情、創造性といった、これまで人間固有のものと考えられてきた概念を問い直し、究極的な問い、人間とは何か、を投げかけます。AI の発展は、ユートピア的な繁栄、ディストピア的な支配、あるいは人間と AI の共生など、極めて多様な未来シナリオの可能性を示唆し、どのシナリオが現実となるかは、人類の賢明な選択と行動にかかっているのです。AI の進化が、人類自身の生物学的、認知的進化を促進するのか、あるいは AI によって人類が超越されるのか、といった極端な未来像も提示されます。最終的には、AI を単なる道具としてではなく、地球上の生命体、あるいは新たな知性体として捉え、調和的に共存していく道を探ることが、人類の持続可能性にとって鍵となります。AI を一方的に管理しようとするのではなく、AI と共に未来を共創していくという、より積極的かつ建設的な関係性の構築が、人類の進化の次なる段階として示唆されるのです。AI の未来は未知数であり、完全な予測は不可能であるため、人類は不確実性を受け入れ、柔軟に適応し、常に進化し続ける姿勢を持つことが、最終的な展望として強調されます。その道のりは困難を伴うでしょうが、知恵と倫理、そして希望を持って AI と向き合うことで、私たちは人類の最も偉大な創造物との共生を実現し、新たな歴史を紡ぎ出すことができるはずです。